ねえねえマリサ。なんだレイム。ランディ・ローズって知ってる？ああ、クワイエット・ライオット、オジー・オズボーンバンドで活躍した伝説的なギタリストのことだな。それでは、今日はランディ・ローズについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ランディ・ローズって、ギターの才能をどうやって育んだのかしら？まず、ランディは1956年にカリフォルニア州サンタモニカで生まれたんだ。彼は3人兄弟の末っ子で、両親が音楽の先生だった。家族全員が音楽に囲まれて育ったのね。そうだぜ。母親のドロレスは UCLA で音楽の学位を取って、プロのピアニストとしても活躍していたんだ。彼女は子供たちを育てるために、ノースハリウッドで音楽学校、ミューソニアを開いたんだよ。ランディはそこから音楽に興味を持ったの？そうなんだ。子供たちは自宅で音楽を作って遊んでいたんだぜ。ランディもビートルズやローリングストーンズを聴いて、兄弟と一緒にガレージで演奏を真似していたんだ。それでギターを始めたの？ああ、7歳くらいの時に母親の学校でフォークとクラシックギターのレッスンを始めたんだ。でも、ロックギターに興味を持つようになって、スコット・シェリーって先生にエレキギターのレッスンも受けたんだ。彼は特別な才能を持っていたのかしら？その通りだぜ。シェリーはすぐに、ランディは自分の知識を超えている。もう彼に教えることはないってドロレスに伝えたんだ。すごいわね。それってどれだけ才能があったのか想像できるわ。さらに、ランディは音楽理論を深く学ぶために母親からピアノも学んでいたんだぜ。それで理論もしっかり理解していたのね。友達はどうだったの？彼の親友、ケリー・ガルニに出会ったのは中学の頃だ。二人はすぐに仲良くなったんだけど、ちょっと異端児だったんだよな。学校では人気がなかったみたいだぜ。そうなのね。姉のキャシーも、ランディはよくいじめられてたって言ってるんだぜ。でも、ランディはガルニにベースを教えて、二人でバンドを組んだんだ。それが最初のバンドなの？そうだ、ザホアってバンドを組んで、ロサンゼルス周辺のパーティーで演奏してたんだ。これが彼の音楽キャリアのスタートだな。その頃から、リードギターを弾いてたの？最初はリードギターを弾けなかったんだぜ。でも、すぐに習得していったんだ。ガルニも、出会った時はまだリードを弾けなかったけど、すぐに上手くなったって言ってたな。短期間で技術をものにしたのね。どんな曲を演奏してたの？マウンテンのミシシッピクイーンやローリングストーンズ、アリス・クーパー、デビッド・ボウイの曲など、彼らはロックカバーを中心に演奏してたんだぜ。そのアリス・クーパーって、彼に大きな影響を与えたのよね？そうだぜ。1971年にランディはアリス・クーパーのコンサートを見に行って、その瞬間が彼にとっての転機になったんだ。何がそんなに彼を変えたのかしら？コンサートの後、ランディはこう言ったんだ。僕もこうなれる。僕もこのステージに立てる。それが彼の夢を現実にするきっかけだったんだ。自分の可能性に目覚めた瞬間ね。じゃあ、その後すぐにプロの道へ進んだの？いや、まずは地元のパーティーで腕を磨きながら、いろんなバンドに参加していったんだ。リードギターの技術もどんどん上達していったぜ。すごい努力をしたんでしょうね。ああ、彼はライブ録音とスタジオ版を聴き比べて、ギタリストたちがライブで弾く異なるフレーズを研究したんだ。それを耳コピして、すぐに自分のものにしたんだぜ。聞いて真似するだけじゃなくて、自分のスタイルにしていったのね。その通りだぜ。彼の兄も言ってるんだけど、ランディは音楽に対して本当に真剣で、一度決めたらやり抜くタイプだったんだな。本当に音楽が好きで、全てを捧げた人生だったのね。そうだ。彼の才能と情熱が、後に多くのギタリストに影響を与えたんだぜ。ランディ・ローズが、クワイエット・ライオットを結成したのって、どんな経緯だったのかしら？ランディは16歳の時に親友のケリー・ガルニとバンド、リトル・ウーマンを結成したんだ。その後、リードボーカルにケビン・ダブロウ、ドラムにドリュー・フォーサイズを加えて、クワイエット・ライオットに名前を変えたんだぜ。どうしてバンド名を変えたの？ランディたちはもっと大きなバンドにするために、新しい名前が必要だと思ったんだ。
ダブローの個性は強かったけど、彼の情熱を評価して採用したんだぜ。メンバー同士は仲が良かったの？あまり良くなかったみたいだぜ。特にガルニとダブローの関係は最悪だったんだ。ガルニはダブローを殺そうとまで考えていたんだぜ。酔っ払って銃を撃ったり、ランディとも殴り合いをするような状態だった。それは大変ね。そんな状況で、ランディはどうしたの？ランディはバンドを守るために辛い決断をした。ガルニを解雇したんだ。友達を解雇するなんて、相当な覚悟が必要だったでしょうね。そうだな。でも、その後バンドは急速に人気を集めたんだぜ。ロサンゼルスのクラブシーンで一躍有名になり、ファンがランディのステージ衣装に合わせて水玉模様の服を着てくるほどだったんだ。それだけファンに愛されたのね。バンドとしての活動も順調だったの？ロサンゼルスでは大人気だったけど、残念ながら最初のアルバム、クワイエット・ライオットと続く、クワイエット・ライオット2は日本でしかリリースされなかったんだ。それでも地元では熱狂的なファンがたくさんいたんだぜ。日本でだけリリースされたのは何か理由があったの？そうだな、当時のレコード会社との契約の関係だと思うけど、正確な理由は不明なんだ。でも、バンドはその後も続けて活動して、ランディはどんどん才能を開花させていったんだぜ。ガルニを解雇してからのバンドの雰囲気はどうだったの？ガルニがいなくなってからは、ダブローとの関係がやや改善されたみたいだな。だけど、まだ完全に和解できたわけじゃなかったようだ。ダブローの存在感は強烈で、ランディはそれに耐えていた感じがするぜ。でも、ランディはダブローをバンドに残したのね。やっぱり彼の情熱が大きかったのかしら？そうだぜ。ランディはダブローがバンドにとって必要だと感じていたんだ。彼の情熱とエネルギーがクワイエット・ライオットの成功につながったのは間違いないんだ。それにしても16歳でそんな大きな決断を下すなんて、やっぱりただものじゃないわね。ああ、ランディは若い頃からリーダーシップがあったんだ。クワイエット・ライオットは彼の最初の成功の場だったけど、これが彼のキャリアのスタートに過ぎなかったんだぜ。彼のギタープレイはどんどん進化していったし、クワイエット・ライオットはロサンゼルスのクラブシーンでの人気を確立していったんだ。ランディはオジー・オズボーンとどうやって出会ったの？1979年、オジーはブラックサバスを離れ、新しいバンドを作ろうとしていたんだ。そこで、LA のクラブサーキットで活躍していたランディに、知り合いのダナ・ストラムがオーディションを受けるようにしつこく誘ったんだぜ。ランディは最初から興味があったの？実は、最初はあまり乗り気じゃなかったんだ。でも、ストラムにしつこく言われて、ついにオーディションに行くことにしたんだ。それで、オーディションで何があったの？ランディはギブソンのレスポールと小さなアンプを持って行ったんだ。オジーは当時、酔っ払っていたんだけど、ランディのギターソロを聴いた瞬間、こいつだ、って感じたらしい。オジーの反応、すごいわね。でも、ランディはどう思ったの？ランディは、そんなに聞かれなかったのに、もう決まったの？って感じたみたいだな。実際、彼はその時、オジーと会ってもいなかったんだ。どういうこと？会わずに合格って変じゃない？実際にはオジーの酔っ払い具合のせいで、コントロールルームにこもっていたらしいんだ。ストラムが代わりに、お前が合格だと伝えたんだぜ。なんだか不思議な話ね。それからどうなったの？その後、ランディはオジーと正式に会って、話が進んだんだ。バンドメンバーたちとジャムセッションもして、すぐにオジーのバンドに加入することが決まったんだぜ。オジーのバンドに入ってから、ランディのギタースタイルは変わったの？そうだな、クワイエット・ライオットの時は少なし単調だと言われていたけど、オジーのバンドでは自由にプレイできるようになって、クラシックの影響を受けたギタースタイルが花開いたんだ。それで、ブリザード・オブ・オズってアルバムができたのね。そうだぜ、そのアルバムはランディのギタープレイが光っていて、特に、クレイジー・トレインや、ミスター・クロウリーが有名だぜ。クラシックギターだけで演奏された、D も人気が根強い曲だぜ。ファンの間では瞬く間に大ヒットしたんだよ。そのアルバムは何が特別だったの？ランディはヘビーメタルの典型的な E コードの構成を避けて、新しい音楽の可能性を追求したんだ。ク
クレイジートレインでは F シャープマイナー、ミスタークロウリーでは D マイナーが使われているんだぜ。音楽のキーを変えるっていうのは、大胆な挑戦だったの？ランディは常に新しいアプローチを試みて、オズボーンの音楽に革命を起こしたんだ。彼のギタープレイは後に伝説となったんだよ。すごいわね、彼の影響力は今でも語り継がれているのね。ああ、ギターワールド誌でも、クレイジートレインのリフは、ロック史上最高のリフの一つとして評価されているし。ランディのソロはギターソロランキングでも上位にランクインしているぜ。ランディはただのギタリストではなく、音楽の革新者だったんだ。さすがね、その後はどうなったの？この時期は、バンドにとってもランディにとっても波乱の時期だったんだ。2枚目のアルバム、ダイアリー・オブ・ア・マッドマンは1981年にリリースされたんだが、オジーのマネージャーであるシャロンがドラマーのリーカース・レイクとベーシストのボブ・デイズリーを突然解雇し、新メンバーでアメリカツアーを行ったんだ。これがランディにはショックで、バンドを去ることも考えていたんだぜ。彼もバンド内の問題に巻き込まれていたのね。そうだぜ。ランディはオジーのアルコールや薬物依存にも耐えていたけど、次第にその環境に疲れてしまったんだ。さらに、オジーのマネージャーがブラックサバスのカバーアルバムを提案した時、ランディはこれが自分たちのアーティストとしての成長に逆行すると感じたんだ。それは、彼にとって大きな決断だったんじゃない？ランディはプロとしてのプライドを持っていたから、こうした提案に反発していたんだ。その頃には、クラシックギターを学ぶために UCLA に通うことも考えていたんだぜ。それで、バンドを辞める決意をしたの？そうだ。契約上、もう1枚アルバムを作る必要があったから、すぐには辞めなかったけど、オジーとの関係はどんどん悪化していった。結局、ランディはもうすぐバンドを去るつもりだったんだぜ。ダイアリー・オブ・ア・マッドマンの時期は、音楽的にも人間的にも大きな試練の時期だったのね。その通りだぜ。彼の音楽への誠実さが、今でも語り継がれている理由なんだ。ランディ・ローズのその後を教えてくれる？1982年3月18日に彼は最後のライブを行った後、次の日に悲劇が起きたんだ。バンドのツアーバスがフロリダに向かう途中で、バスの運転手が無許可で小型飛行機に乗り込み、ランディもその飛行に参加したんだ。なんでそんな危険なことを？運転手が冗談でバスに何度か近づけていたんだが、最後の試みでバスに翼が衝突してしまったんだ。それで飛行機は墜落して、ランディは即死してしまったんだ。それは本当に恐ろしい事故だったのね。ランディは飛行機が苦手だったって聞いたけど、どうして乗ったの？彼は本来飛行機が好きじゃなかった。でも、その日はメイクアップアーティストのレイチェル・ヤングブラッドが乗ることになっていて、彼女を見守るために同乗したんだ。飛行機に乗っていた他の人たちはどうだったの？パイロットのアンドリュー・エイコックとレイチェル・ヤングブラッドも事故で亡くなったんだ。しかも、エイコックは当時コカインの影響を受けていたことが後に判明したんだ。そんな状態で飛行機を操縦していたなんて信じられないわね。さらに驚くことに、エイコックは以前にも致命的な事故を起こしたことがあったんだ。シャロン・オズボーンはそのことを知っていたけど、誰にも伝えていなかったんだぜ。なんでそんなことが許されるのかしら？ランディも知らなかったの？そうだな、ランディはそんな情報を知らなかったし、信頼して乗ったんだろうな。だけど、結果的にその選択が彼の命を奪うことになってしまったんだ。他のバンドメンバーたちはどうしていたの？バスにいたメンバーたちはみんな寝ていたんだ。唯一事故を目撃したのはキーボード奏者のドン・エイリーで、彼はカメラで飛行機を撮影している最中に異変に気づいたんだ。目撃者がいたのね。その時の様子はどうだったの？ドンは飛行機が急に揺れ出し、何か異常が起きていることを感じたんだ。カメラの望遠レンズで覗いてみると、エイコックとランディが揉めていたようだ、と証言しているぜ。そして、その直後に飛行機がバスに衝突して、木や建物に激突して炎上したんだ。それで、バスの中の人たちは無事だったの？幸い、バスの中の人たちはみんな無事だったけど、大きなショックを受けた。ツアーマネージャーのジェイク・ダンカンは、彼らはもういない、と叫びながら地面に倒れ込んだんだ。事故の後、ランディのことはどうなったの？
事故後、彼の遺体は焼け焦げてしまい、歯の記録と個人的な宝石で身元が確認されたんだ。彼の家族や仲間たちにとって本当に辛い瞬間だった。彼の死は多くの人に大きな影響を与えたんでしょうね。そうだな。オジー・オズボーンや彼のバンドメンバー、そして世界中のファンたちが彼の死を深く悲しんだんだ。ランディは若くして亡くなったけど、彼の音楽と影響は永遠に残り続けているんだぜ。こんなに悲しい結末があるなんて、彼がもっと長く生きていたら、どれだけの偉業を成し遂げていたかと思うと残念だわ。そうだな。彼はすでにギタリストとしてのキャリアを確立していたし、これからもさらなる高みを目指していただろうな。ランディ・ローズってどんなプライベート生活を送っていたのかしら？ランディは身長170センチメートル、体重48キログラムと小柄だったが、ユニークな趣味を持っていたんだぜ。特に、イギリスでおもちゃの電車を集めるのが大好きだったんだ。なんだか可愛い趣味ね。彼はロックギタリストとしてのハードなイメージとは違う感じがするわ。そうだな、彼はパーティー好きでもなく、ドラッグにも手を出さなかったんだ。むしろ、ギターの練習や母親と恋人に手紙を書くのが日課だったんだぜ。それは意外だわ。ロックミュージシャンってもっと派手な生活をしているイメージだったけど、彼は違ったのね。そうだ、オジー・オズボーンのバンドにいた時も、ランディはオジーの派手な生活に巻き込まれることなく、ギターに集中していたんだ。オジーも、彼はドラッグを使わなかったし、あまり飲まなかったと言っているぜ。でも、タバコは吸っていたんでしょ？ああ、ヘビースモーカーだったんだよ。オジーは冗談で、肺がんオリンピックがあったら金メダルだというくらいだぜ。他にも、ランディのこと教えてくれる？彼はルーテル教会の信徒で、かなり真面目に信仰を持っていたらしい。兄のケリーが、彼は結構信仰心が強かったと語っているんだ。実力もあって、プライベートも落ち着いていたなんて、すごくバランスが取れた人物だったのね。その通りだぜ。彼は才能だけでなく、生活の中でも自分の道をしっかり持っていたんだ。ランディ・ローズが使っていたギターって、どんなものだったのかしら？ランディは、ギブソンのレスポールカスタムや、彼の象徴でもある水玉模様のフライング V など、いくつかのギターを愛用していたんだ。その中でも、彼がカスタムオーダーしたカール・サンドバルのポルカドット V は特に有名だぜ。そのギターは彼のトレードマークなのね。他にはどんなギターを使っていたの？そうだな、ジャクソンギターもいくつか使っていて、その中には、コンコルドプロトタイプや固定ブリッジのジャクソンもあったんだ。ジャクソンのギターも彼のスタイルに合っていたのね。ギターの弦ってどうしていたの？ブリザード・オブ・オズの頃は009ゲージの弦を使っていて、ダイアリー・オブ・ア・マッドマンの頃には010や011に変えていたんだ。彼は GHS、ブーマースを愛用していたんだぜ。ピックアップも彼にとって重要な要素だったの？ああ、ギターのサウンドを形作る重要な部分だな。彼はギブソンのレスポールには純正のピックアップを使っていたけど、カスタムギターにはディマジオのスーパーディストーションやセイモア・ダンカンのピックアップを使っていたんだ。エフェクターもたくさん使っていたみたいだけど、特にお気に入りはあったの？彼がよく使っていたのは MXR ディストーションプラスだな。彼自身もこれが一番使うギアだと言っていたほどだ。他にもワウペダルやエコー、イコライザーなどを駆使していたぜ。アンプはどうだったの？彼はマーシャルの 100W アンプを使っていたんだ。特にシルバニア製のパワーチューブを使ったモデルが彼のサウンドを支えていたんだよ。ランディの機材が盗まれた事件があったって聞いたけど、それはどうなったの？2019年に彼の母親が経営していた音楽学校ミューソニアからランディの機材が盗まれた事件があったんだ。幸いにも数日後に盗まれたアイテムはゴミ箱から発見されたんだ。無事に見つかってよかったわね。ランディの機材はファンにとっても大切な宝物だものね。ああ、彼の音楽と同じように、彼の機材もファンや後世のギタリストにとっては特別な存在なんだぜ。ランディ・ローズの影響って今でも感じられるのかしら？ああ、彼の影響力は計り知れないぜ。ロ
ローリングストーン誌の100人の偉大なギタリストでは36位にランクインしていて、ギター界では彼の名前が多くのプレイヤーに語り継がれているんだ。どんなギタリストが彼から影響を受けているの？ドリームシアターのジョン・ペトルージやスリップノットのミック・トムソン、さらにはパンテラのダイムバック・ダレル。後にオジー・オズボーンバンドのギタリストになるザック・ワイルド、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロなど、多くの有名ギタリストがランディのスタイルに大きく影響を受けているんだ。そんな多くのギタリストがランディの音楽に影響を受けていたのね。彼の何が特に評価されているの？彼のネオクラシカルなアプローチと、その卓越した技術が特に称賛されているんだ。クラシックギターの影響を受けながら、ヘビーメタルにその要素を組み込んだスタイルが彼の特徴だな。彼のギタープレイの特徴は何だったの？ランディは特に独創的なコードやスケールの使い方で知られているんだぜ。例えば、クレイジー、トレーンのリフは、リッチー・ブラックモアのスタイルを彷彿とさせるけど、独自のエッセンスが加わっている。ミスター・クロウリーのバッキングフレーズや、特にギターソロで彼の才能を感じることができるぜ。彼が後世に残した遺産って具体的にはどんなものがあるの？彼のシグネチャーモデルのギターや、マーシャルからのカスタムアンプなどがその一部だな。特に、ジャクソンから作られた、ランディ・ローズモデルのギターは、彼のギターサウンドを象徴する存在として今でも高く評価されているんだ。他にも、ランディを記念するような出来事ってあるの？2017年にはヘビーメタルの殿堂入りを果たし、2021年にはロックの殿堂でも音楽的優秀賞を受賞したんだ。彼の功績は、今も続く音楽界への大きな貢献として認められているんだぜ。本当にすごいわね。彼の音楽はどんな時代でも色褪せないわ。その通りだぜ。彼の短いキャリアの中で残した影響は、今でもギタリストたちにインスピレーションを与え続けているんだ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。